ウクライナへの支援はもちろん日本もしているけど、戦争が長期化すればするほど支援する期間も長くなるし、日本も負担が大きくなりそうだよ。だから早くにウクライナを勝たせるように西側が結束して動けばよかったんだじょ。日本も決して経済が良いというわけじゃないし、西側についてはいるけど、その中で他の国々を動かしたり引っ張る力があるわけじゃないから、戦争を早く終わらせたい気持ちはあっても、なかなか西側の国々の姿勢を変えることなんてできない。もし戦争が早く終わってたら日本はどうなっていたのか、戦争が長引いたらどうなっちゃうのか気になってきたじょ。じゃあ早くウクライナを勝たせた場合と長期戦になった場合の日本への影響について話してみようか。つるっとチャンネルが始まるじょ。ウクライナにロシア本土への攻撃を許可したり、射程の長い兵器を供与して戦争が早く終わるシナリオと、数年かけて戦争が終結するシナリオでは、日本に及ぼす経済負担が違ってくるよ。日本はお金に余裕があるわけではないし、台湾有事があるかもしれない中で負担が大きくなるのはきついじょ。そうなんだよね。日本がお金が無限にあって軍事力も十分な最強国家だったら全く問題ないけど、日本は日本で抱えている問題があるし、西側に合わせてやってきたからといって日本が困った時に支援が受けられる保証があるとも言い難いから、まあそこの心配は置いておいて、ウクライナでの戦争が早期に終結した場合だけど、まずエネルギー価格の問題は解決しそうだよ。特にロシアからの天然ガスや原油の供給に関連する価格安定化につながる可能性があるからね。これはエネルギー依存度の高い日本にとって嬉しいことだじょ。そして供給網の正常化も期待できるよ。戦争が短期間で終わることで供給網の混乱が早く解消されて、日本の製造業や輸出入業に好影響を与える可能性があるよ。資源が海外頼みの日本って本当に大変なんだじょ。あとは国際的な経済的不安定も減るだろうから、投資や消費の回復にもつながると思う。やっぱり戦争が早く終わることは日本にとってもメリットが大きいじょ。次に戦争が長期化した場合だけど、これは確実にエネルギー価格の長期的な上昇を招くから、日本経済にとって大きな負担になること間違いないよ。今の時点でみんなヒーヒー言ってるじょ。車がないと生活できない地域に住んでる人はガソリン代が大変。グローバルな供給網には持続的に悪影響を与えるから、日本の製造業にとって重要な部品や原材料の安定供給を直撃するよね。あとはもちろん国際的な経済的不確実性を長引かせるし、投資や消費の萎縮を招くと思う。すでにそうなっている感じがするじょ。とにかく戦争が早く終わればエネルギー価格の安定、供給網の正常化、経済的不確実性の減少という点で日本経済にとって好ましい結果をもたらすけど、戦争が長期化すればエネルギー価格の持続的な上昇、供給網の混乱、経済的不確実性の持続という形で日本はかなり大きな経済負担を負うことになる。遠くで起こっている戦争なのに日本への影響が大きすぎるよね。西側諸国が思い切って早く戦争を終わらせる決断をしてくれたら助かるのに、核は使わない、使ってはいけないという方針が西側のウクライナ支援に影響を与えているようだけど、核の使用も他ならずもの国家となれば別っていう風にロシアに感じさせた方が良い気がするじょ。確かに使うつもりはなくても使われるんじゃないかと信じさせるのは効果的かもね。プーチン大統領も核の恐ろしさは知っていて使うと脅しているわけだし、西側も使うぞと脅すくらいはしても良い気がするよ。いつこの戦争が終わろうとも復興支援には日本も必ず協力するし、その負担も考えたらこの戦争は早くウクライナを勝たせないといけないじょ。それにロシアに勝たせたら中国が同じことをしやすくなっちゃうじょ。今回のつるっとチャンネルはここまで。よかったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また見に来てね。